んにちは、M です。まずは購入品を紹介します。おでん、うどん、卵、味噌、野菜などを購入しました。冷蔵庫にあるものも使って5日分の韓国ご飯を作っていきます。1日目は茹でた豚肉を野菜やキムチで包んで食べる韓国料理、ポッサムを作ります。まず豚の塊肉に胡椒を振って下味をつけます。今回は豚ももブロックを使いました。このまま茹でてもいいのですが、少し香ばしく仕上げたいので、先に表面を焼いていきます。焼き色がついたらお肉がかぶるくらいまで水を入れます。韓国の味噌、みりん、ネギ、ニンニク、生姜を入れて煮ていきます。ネギはあればで大丈夫で、ニンニクや生姜はチューブでも OK です。沸騰したら軽くアクを取って火加減を少し弱めます。今回はサンチュと白菜でお肉を包んで食べようと思うので、お肉を煮込んでる間に洗っておきます。お肉にしっかり火が通ったら取り出して食べやすい厚さに切ります。ちなみに以前、電気圧力鍋で作るポッサムも紹介しているので、気になる方は画面右上のリンクから見てみてください。お肉はこれで完成です。しっとりいい感じに仕上がりました。ポッサムの付け合わせに大根で即席キムチ風の和え物を作ります。大根を少し太めに切り、塩と砂糖を揉み込んで1時間ほど置いておきます。ネギも薄く切っておきます。大根を 2,3 回洗って水気をしっかり絞っておきます。ボウルに絞った大根とネギを入れて、砂糖、ニンニク、オリゴ糖、粉唐辛子を入れてよく混ぜます。オリゴ糖がなければ砂糖を少し多めにして、辛いのが苦手な方は粉唐辛子の量を調整してみてください。最後にポッサムにつける辛味噌サムジャンを作ります。ネギを刻んで砂糖、ニンニク、ごま油、味噌、コチュジャン、ごまを混ぜるだけで完成です。盛り付けたらポッサムの完成です。サンチュや白菜にお肉と大根キムチを乗せて、網の塩辛や先ほど作ったサムジャンを少し乗せて包んで食べました。1日目は柔らかく茹でたお肉を野菜で包んで楽しむおうちポッサムの献立です。2日目はそうめんと野菜、きのこを使って醤油ビビンそうめんを作ります。まず、人参、韓国かぼちゃ、平竹を切って耐熱容器に入れます。野菜ときのこは何でも大丈夫です。冷蔵庫にあるもので気軽に作ってみてください。ふんわりラップをしてレンジで加熱します。加熱したらニンニク、ごま油、塩、ごまで和えます。今回はナムルを多めに作って残りは常備菜にしました。次にそうめんにかける醤油だれを作ります。砂糖、水、お酢、ニンニク、ごま、醤油、ごま油を混ぜ合わせます。冷凍庫に牛バラ肉が残っていたので焼いてトッピングにしました。目玉焼きもトッピング用に焼いておきます。そうめんを茹でて冷水でしっかり締めておきます。器にそうめんを盛って醤油だれをかけます。ナムル、牛肉、韓国海苔、目玉焼きを乗せたら完成です。辛くないので家族みんなで楽しめるメニューです。副菜に豆腐キムチを作ります。
豆腐をキッチンペーパーで包んでレンジで加熱します。温めた豆腐を食べやすく切っておきます。ごま油をひいたフライパンにキムチと砂糖を入れて炒めます。最後にごまを振って完成です。豆腐に炒めたキムチを乗せて食べると美味しいです。もう一品、ししとうの味噌和えも作りました。洗ったししとうにフォークで穴を開けてレンジで軽く加熱します。砂糖、粉唐辛子、にんにく、ごま油、味噌、ごまを入れて全体を揉み込むようにあえて完成です。2日目は子供も食べやすい醤油ビビンそうめんに少し大人な副菜を合わせた献立です。3日目は鶏肉の煮込み鍋料理タッカンマリを作ります。本来は丸鶏で作りますが、簡単に手羽元や鶏もも肉でも大丈夫です。鍋に鶏肉、水、酒、胡椒を入れて火にかけます。ネギとじゃがいもを切っておきます。沸騰したらアクを取って、じゃがいも、ネギ、鶏ガラスープの素、塩を入れて煮込みます。煮込んでる間に漬けだれを作ります。砂糖、粉唐辛子、にんにく、お酢、醤油、からしを混ぜ合わせます。鶏肉とじゃがいもに火が通ったら完成です。優しい味に煮込んだ鶏肉をピリッとしたタレにつけて食べます。ある程度食べたら締めにカルグクスを入れるのも定番です。副菜にニラとキムチのジョンも作りました。ニラとキムチを切ってチヂミ粉と水を混ぜます。油をひいたフライパンで焼いていきます。食べやすく切ったら完成です。3日目は鶏のうまみたっぷりのタッカンマリにキムチとニラのジョンを合わせた献立です。4日目は鶏もも肉を使って蜂蜜味噌タッカルビを作ります。まず鶏肉を食べやすい大きさに切ります。味噌、蜂蜜、ごま、にんにく、ごま油で下味をつけます。鶏肉を寝かせている間にキャベツ、人参、じゃがいもを切ります。じゃがいもは火が通りやすいようにレンジで少し加熱しました。その他にあればお餅とチーズ、トウモロコシも使います。フライパンに下味をつけた鶏肉を入れて焼いていきます。鶏肉に火が通ってきたら野菜とお餅も入れます。最後に真ん中を少し開けてチーズとコーンを入れました。チーズが溶けたらお好みでパセリを振りかけて完成です。甘じょっぱい味噌だれにチーズとコーンがよく合います。チンゲン菜と卵で簡単なスープも作りました。沸騰したお湯にチンゲン菜を入れて、だしだ、胡椒、塩で味付けしました。最後に溶き卵とごま油を入れて完成です。4日目は家族みんなで食べやすい蜂蜜味噌タッカルビにチンゲン菜と卵のスープを合わせた献立です。5日目はチーズやスパムを入れてミニサイズのキンパを作ります。具材は何でも大丈夫ですが、今回はチーズと人参、スパムと卵にしました。ごま油と塩で軽く味付けします。
スパムを細長く切って焼いて、砂糖を少し入れた卵も焼きました。ご飯にはごま油と塩を少し混ぜておきます。4等分に切った海苔にご飯を薄く広げます。卵、スパム、人参、チーズを乗せて巻いていきます。ご飯や具材を入れすぎると巻きにくいので、少なめに乗せるのがポイントです。次にウインナーとトッポギのお餅を使った軽食メニュー、ソトクソトクを作ります。まずウインナーとお餅を軽く茹でます。串にウインナーとお餅を交互に刺していきます。ちなみにソトクソトクという名前はソーセージのソとお餅という意味のトクから来ています。ソトクソトクをフライパンで軽く焼きます。砂糖、醤油、水、ニンニク、ケチャップ、コチュジャンを混ぜ合わせます。ソースを少し煮立たせて焼いたソトクソトクに絡めたら完成です。最後に市販のうどんセットにおでんも入れて、おでんうどんも作りました。5日目はミニキンパとソトクソトクで韓国風の軽食ご飯にしました。ご視聴ありがとうございました。コメントやリクエストをお待ちしています。また次の動画でお会いしましょう。